スパイクなどの強打を受けるときは、より素早く動くために、スプリットステップと呼ばれる足さばきを行います。このステップに関しては、その根本的な仕組みを理解していない選手も多く、詳しい解説もあまり見かけません。今回はこのスプリットステップについて、どんな状況で行うべきなのか、そのタイミング、ジャンプの仕方、着地の仕方など、なぜこのステップをすると早く動けるのかを詳細に分析し、そのやり方を解説していきたいと思います。この動画の流れはこちらです。スパイクレシーブを拾うために、スプリットステップとバツ10ステップ。スプリットステップとは、スプリットステップの練習方法。では早速いきましょう。僕は前回の動画で、スプリットステップはお勧めしないと話し、バツ10ステップをお勧めしました。しかし、強打のスパイクレシーブにおいては、スプリットステップをすることをお勧めします。前回の動画の内容では、スプリットステップを全て否定しているかのような誤解を招く説明だったかなと反省しています。申し訳ありませんでした。状況によってはスプリットステップも有効です。前回のバツ10ステップと今回のスプリットステップを身につけることができれば、バレーボールにおける全てのボールに対応できるようになると思います。概要欄にリンクも貼ってありますので、前回と今回の内容を合わせて、しっかり違いを理解できるまで何度も見直していただきたいと思います。スプリットステップとバツ10ステップは、ステップを行う状況によって使い分けます。簡潔に言うと、スプリットステップは強打のスパイクのみ。バツ10ステップはそれ以外の全ての状況で使う基本的なステップとなります。スプリットステップは相手がスパイクを打つタイミングに合わせて行うものです。相手がボールを打つタイミングが正確にわかり、かつこのような範囲に一瞬で向かってくる強打に関してはスプリットステップの方が早く動けます。一方バツ10ステップはサーブやフェイント、ワンタッチボールなどを拾いに行くときに行きたい方向を判断した瞬間に行うものです。基本的には相手が打つタイミングに合わせて行うものではありません。ですので例えば強打が来ると思って構えていたら味方ブロックにボールが当たりそのワンタッチボールを拾いに行くというような状況ではスプリットステップからバツ10ステップを連続で行うことになります。前回も参考にしたこちらの動画がまさにそれです。まず相手がスパイクを打つタイミングに合わせてスプリットステップをしています。みんなしています。そしてその直後、味方が弾いたボールに追いつくためにバツ10ステップをしています。こういった2つのステップを連続して行うケースもとても多いです。今回は強打のスパイクレシーブについての動画になりますので、このスプリットステップに注目して解説していきたいと思います。スプリットステップはバツ10ステップとは違い、ほんの少しだけジャンプします。ジャンプしてその後の重心が落下するエネルギーを利用して足元に来るボールや左右のボールに素早く対応します。ちなみにこちらの動画はビークイックさんからお借りした動画です。概要欄にリンクを貼ってありますので、ぜひ皆さんもチャンネル登録してみてください。スプリットステップは相手が打つ瞬間にジャンプして足を左右に広げて着地。これが基本的なステップとなります。ではこのスプリットステップをさらに深掘りして分析していきます。スパイクレシーブにおけるスプリットステップは主に3つの利点があります。1つ目の利点は足元のボールに素早く対応できるということ。2つ目は左右へ動きやすくなること。そして3つ目はボールが見やすくなるということです。まずスパイクレシーブにおいて足元に来るボールが一番拾いづらいということを前提として説明していきます。人体は手が上半身の上から生えているため、上に手を上げるより足元へ手を下ろす方が物理的に時間がかかり対応が遅れるようです。そしてその足元に来る拾いづらいボールにも対応できるようにするのがスプリットステップなのです。例えば足元にボールが来て、この重心の位置から真下に重心を落としてレシーブするとします。重心を素早く落とそうとしても、重力による自由落下より早く落とすことはできません。足の裏が地面とくっついているわけではありませんので、どんなに早く股関節や膝を曲げようが、いくら筋力があろうが、重心が落下する速度を速くすることはできないのです。では、どうすればこの位置からもっと素早く重心を落とすことができるでしょうか？その答えは、もっと上から落とすです。物体の落下は落ち始める時の初速が最も遅く、徐々に加速していきます。ですので、このラインからの落下速度を比較すると、少し上に投げた方が速くなります。これをスプリットステップで行うわけです。そのままの姿勢から重心を下へ落とすやり方と、スプリットステップから重心を落とすやり方を比較してみます。
スプリットステップからこの姿勢になった時、すでに重心が落下している途中ですので、足の力を緩めて下まで落とせば、その姿勢からそのまま落下させるよりも、下へのスピードが速くなり、足元のボールにも素早く対応できるのです。そしてこの重心の落下は、左右への動き出しの速さにも関係してきます。すでに上から重心が落下していますので、それを片足だけ踏ん張ることで、スムーズに左右へ重心を持っていくことが可能になります。例えばこのボールをそのままの位置から横方向へ向かわせるより、上から落下させた方が大きな横方向のエネルギーになります。これと同様に、そのままの姿勢から踏ん張って横へ向かうより、スプリットステップをして片足で踏ん張った方が、より大きな横方向へのエネルギーが生じ、素早く動けるのです。この辺はバツ10ステップと同じ考え方になります。3つ目の利点は、ボールがよく見えるということです。スパイクは上から下に叩きつけるボールですので、目線も上から下についていくようにすれば、ボールは少しゆっくりに見えます。例えば、上からボールを落としても、視線も同時に落とせば、ボールはほぼ止まっているように見えます。これと同じ理由で、スパイクにタイミングを合わせて、重心と目線を落下させることで、ボールを目で追いやすくなるのです。まとめると、スプリットステップをすることで、ボールもよく見え、足元も左右へも素早く対応できるようになるのです。ではここからは、スプリットステップの具体的なやり方、練習方法について解説していきます。練習におけるポイントは5つです。目線を変えない、タイミングを合わせる、ステップからしゃがみ込む、ステップから左右へ、ステップからバツ10ステップ。まず1つ目は、目線を変えないということです。スプリットステップをする理由の一つは、ボールをよく見るためですので、スパイカーやボールの出だしからよく見るために、できるだけ目線を変えないジャンプを身につけてもらいたいと思います。こんな風に頭の位置が変わるのはよくありません。基本的には、あらかじめ上体は前屈して、股関節は曲げておき、足首を使って膝を少し持ち上げるように軽くジャンプし、足を開いて着地します。スプリットステップの一番重要なポイントは、ボールの落下と重心の落下のタイミングを合わせるということです。このように軽く足踏みをしたりしてリラックスし、相手が打つタイミングに合わせてステップします。自分もスパイクを同時に打つようなイメージで、インパクトのタイミングに合わせてステップします。ステップするのが早すぎると、ボールが向かってくる前に着地してしまい、重心の落下を一度止めることになります。それではステップした意味がなくなりますので、タイミングを合わせる意識を持ち練習を行ってください。レシーブは先ほど説明した通り、足元への対応が難しいので、ステップした後に重心の落下を止めずに下までしゃがみ込むという練習をしておくと良いです。ジャンプしたら足の力は抜いて、重力に任せて下まで落下するイメージです。僕は股関節が硬いので、このようにひねってしゃがみ込んでいますが、股関節が柔らかい人は、そのまま足を広げてしゃがみ込むと良いです。骨格や柔軟性からやりやすい方法で練習してください。また、怪我予防のために膝のサポーターをつけて行ってください。ステップした際の重心の落下を止めずに左右へ移動する練習をします。右へ行きたいなら、左足は踏ん張り、右足は少し内側へ入れて折りたたむようにすると、滑らかに右へ受け身を取ることができます。手だけ右へ伸ばしても、守備範囲は狭くなり、レシーブの精度も下がりますので、体全体で右に動けるように練習しましょう。これもできる人は何も考えなくてもできることですが、運動効率を考えて意識して練習することで、より無駄のない動きを身につけることができます。たまには意識してこういった練習をすることをお勧めします。実際の試合では、スプリットステップをしたけど、スパイクが自分のところには来なかったということも多々あります。ブロックに当たったり、フェイントで手前に落とされたりということもあるでしょう。そういう場合でも対応できるように、スプリットステップの直後にバツ10ステップを行い、全方向へ動き出せるように練習しておくと良いです。ちなみにスプリットステップで片足ずつ着地し、そこからバツ10ステップをすることもあり、足をバタバタっと細かく動かす様子からタッピングなどと呼ばれることがあります。例えばサイドステップをしながらスプリットステップをし、左足から着地し、強打に備えたが、フェイントで右斜め前に落とされたというようなケースではこのような動きになります。細かく足踏みしているように見えますが、これは足踏みをしようとしているわけではなく、スプリットステップの着地からバツ10ステップをしているだけです。こういった細かな足さばきも、スプリットステップからのバツ10ステップを練習することで身につけることができます。スプリットステップは基本的には左右に広げて着地しますので、前後の動きには弱いです。
ですので特に前後や斜め方向へ素早くバツ10ステップをする練習をすると良いです。前回のバツ10ステップと今回のスプリットステップを習得できれば、あらゆるボールに対応できるようになると思います。ぜひ何度も見て練習してマスターしていただきたいと思います。ただしこれはこのステップが理にかなっていると思うという僕の意見ですので、これが絶対的な正解だと言いたいわけではありません。どんなフットワークをするにしても、この動画が自分に合ったフットワークを見つけ出すためのヒントになればと思います。さて今回で4回にわたるレシーブシリーズは一旦終わりとなります。まだまだ解説し足りない部分もありますが、少しでも参考にしていただき、自分に合ったベストなプレースタイル、練習方法を見つけていってもらえればと思います。次回の本編ではサッカーのシュート力を上げる方法について解説していく予定です。少しバレーボールからは離れますが、体を効率的に動かすという意味ではどのスポーツでも同じです。バレーボールのスパイクにも通じる部分がありますので、ぜひ次回も見ていただければと思います。また質疑応答の動画では本編とは関係なく様々な競技について解説をしていきますので、どんな競技であれお気軽にご質問ください。最後までご視聴ありがとうございました。